What's going on, guys? Welcome back to the channel. Welcome back. It's your boy Terabyt Reacts, and I know some of you guys are like, "I forgot about Legend of the Galactic Heroes." No, it ain't like that. Okay, it ain't like that. I know you guys haven't gotten any episodes in a while, but there was a snafu. There was a snafu. I don't want to get into details of what happened. It ain't got nothing to do with the show or anything like that. The mistake was made on my end, and I had to eat it. So we're just gonna jump in and just continue to watch the series. I'm trying to do a lot of episodes and watch ahead, so you guys can have episodes to watch. A lot of things was going on, especially this weekend where I'm trying to spend time with family, and I was like, you know what? It's been a while since I recorded anything, so I say, you know what? Let me get some of these episodes out to you guys so you guys can see the episodes. So yes, all right. So yes, I don't want to talk about what happened because I'm a little embarrassed about it. Okay, I'm a little embarrassed about what happened. It should not have happened, but it was definitely my fault. I'm not gonna talk about it. I don't want to talk about it because It's the first time this has ever happened to me since I've been doing reactions, and I don't want to address it. So just know that there was a snafu. I'm embarrassed to talk about it because it's very embarrassing. But because of what I have to do now, uh, because of what I did, let's jump into the reaction. I will see you guys after for the review. イアン・グンリーらのハイネセン脱出に伴う混乱は当然同盟市民の知るところとなったが、最高評議会議長ジョアン・レベロは徹底して真相を取得した。それが急速に崩壊しつつあった国家の輪郭と求心力を保つために必要だと信じたゆえである。しかしそのことがかえって市民の不安と不信を増幅していた。我々が知りたいのはたった2つだけである。一つ、年々幹部高等弁務官はどこにいるのか。二つ、退役したヤン・ウェンリー元帥はどこにいるのか。ただそれを知りたいだけなのだ。What you gonna do? 同盟政府にならず、帝国の高等弁務官府も沈黙を守っていた。年々幹部弁務官の拉致という不名誉な事態が帝国軍の権威を少なからず傷つけるであろうことをおもんばかっていることに、Yeah, but Lennenkanpt is dead. それがさまざまな流言の But they don't know that yet. 知っているか。ヤン元帥は年々幹部弁務官に拉致され、帝国直轄領になった惑星ウルバシーの収容所に幽閉されているらしいぜ。それは違う。ヤン提督は同盟政府の手で郊外の山荘にかくまわれているんだ。現に近所の牧場主がヤン夫妻を目撃している。元帥は夫人の肩に手を回してうつむき加減に庭を散歩していたそうだ。正確な情報にヤン元帥と幹部弁務官互いに打ち合って中傷を Damn, the rumors, bruh. しているということだ。どれもデタラメだ。ヤン元帥はすでにこの世にない。法廷の部下に暗殺されたんだ。ヤン元帥は民主共和制永続のために1000年の刑を練り、ゆかりのエル・ファシルをその根拠地に選んだのだ。一連の事態は全
全てヤン元帥の手のひらの上にある。遠からず元帥はエルファシルに腐敗の勇姿を表し、革命政府の主犯の座につき、全宇宙に挙兵を宣言するであろう。ああ、そうだ。リラクである。そうだ、その通り。魔術師や。 Nobody has it right. ヤンの名声を最大限に買いかぶったこの種の流言が最も市民の人気を博したが、当のヤンはメルカッツらとの合流を果たしたものの、今後の方針を決めかねて無意の時を過ごしていた。決まったか。ええ、これでいいでしょう。ザ・イレギュラーズ。なんだこれは。だからみんなから募集したこの艦隊の名前ですよ。飾ったところで公には流亡の私兵集団と言われるのがオチでしょう。それならシンプルが一番です。俺が聞いたのは今後の方針が決まったのかということだ。どうする？エルファシルへ行くか。独立宣言の後、後に続くものもなく、孤立感を深めていたエルファシル独立政府も積極的にヤンらを受け入れる姿勢を示していた。我々は孤立してはいない。必ず我々に呼応して真の民主共和政治を求める人々が立ち上がる。最大の民主制擁護者であるヤン提督の来訪を我々は心から歓迎する。どうです？イゼルロン要塞を奪還し、エルファシル聖域に至る回廊周辺を開放区にして帝国の攻勢に対応しましょう。対応。いずれにせよすぐエルファシルへ追いきなさい。あそこの連中には情熱はあっても政略も戦略もない。あなたは最高指導者として歓迎するでしょう。最高指導者は軍民でなくてはならない。軍人が支配する民主共和制など存在しない。私が指導者なんかになってはいけない。頑固すぎますな。あなたはもはや軍人ではありません。政府から給料も年金も支給されない無位無冠の民間人です。何を遠慮することはありますか？遠慮なんかしてない。元帥、あなたとカイザー・ラインハルトの悟り物を考えたことはありますか？才能の差だよ。いや違います。覇気の差です。カイザー・ラインハルトは運命が彼にこだわりなく傍らを通過しようとすれば、その襟首を掴んで力ずくで彼に従わせようとします。お金足かり、それが彼の心情です。ところがあなたと来たら何かありそうですな、元帥。何を望んでいるんです、今の段階で。私が望んでいるのはたった一つだ。レベロ議長が私の不在をうまく取り繕ってくれることです。エルファシル自治政府の行為と発言は同盟全体の利益を損ない共和政府の存立を脅かす重大な配信である。独善を捨て国父アーレ・ハイネセンの理想のもとへ立ち返るよう望むものである。以上。それだけですか？そんなことよりヤング警察の存在は説明してください。肝心なことは何も話してないじゃないですか。何か言ってください。ワン歴史が議長にお会いしたいとお待ちですが。ワン、帰ってもらえ。しかし英国元帥の現役復帰の件はどうなっている？再三要請しておりますが、病気療養とのことで本人が固辞しています。病気なのか。山園、チュン大将と呼んでくれ。ドイツの責任を放棄して私に見捨て、国家を民主国家を守らずにどうするのか。勝手なことばかり言って全く私一人に責任を押し付ける。こいつは長いことない。アッテンボローは気楽でいいよ。いつまでも学生運動の気分が抜けないんだ。でも言ってらっしゃることは確かでしょ。イゼルロン要塞を再奪取したとしても、それだけなら回廊の中で孤立してしまうが、エルファシルを共闘補として確保し、周辺聖域をつないで解放回廊を成立させられれば、確かに今後の状況がどう変化しようと対応しやすいかもしれないな。例えばイゼルロン要塞を返還する代わりにエルファシルの自治権を認めさせるとか方法はいろいろ出ている。いずれにせよ
カイザー・ラインハルトに何か約束させるにはそれなりの代償が必要となるだろうし。カイザーに約束させる。あなたはカイザーと交渉して妥協点を探すおつもりなのね。でもカイザーはその約束を守るかしら。その点は何の保証もないといえばそうなんだが、実は全く心配していない。カイザーの人となりがそれをさせないように思える。彼は征服をすれば侵略もする、復讐も粛清もするだろう。だけど一度交わした約束を破るような真似はできない。一度あっただけの印象だが、そう確信させるのがあった。もっとも今回のように忠誠心過剰の彼の部下が暴走することもないとは言えないが、今後は彼が手綱を引き締めて臨むだろうし。ということはカイザー・ラインハルトが生きていてくれた方が万事都合がいいんだな。今日のシチューは美味しいね。それキャセルの夫人がお作りになったの。Damn. ごめんなさいあなた。キャセルの中将からも今は料理より副官の仕事に専念するべきだろうとご忠告いただいたので。そうだね。忙しくなってきたし、料理はまたゆっくり習う機会もある。Has she always had long hair? 料理を失敗すれば一食分の食事材料が無駄になるわけだ。補給担当者としては見逃すわけにはいかないからな。いかに彼女を傷つけずに手を引かせるか、そこに苦労があったわけだ。ところでならばどうしてすぐにエルファシルへ行こうとなさいませんの？それは一つにはシェーンコップも指摘していたカイザーの気質さ。彼は必ず動く。このまま手をこまないといくはずがない。一方我々の戦力はたかが知れている。このシチューをエルファシルと考えて、仮に我々がエルファシルに行ったとすると、虚名につられて他の政権が呼応するかもしれない。だが我々の限られた戦力でそれら全てを守ることは不可能だ。となればやがて必ず動き出すカイザーの軍にそれらが核攻撃破されるのを遠くから見ているしかない。さらに悪くすれば同盟政府が我々を共通の敵として帝国軍と完全に手を結んでしまうこともあり得る。だが我々がエルファシルに行く前にカイザーの申請が始まれば、同盟政府が慌てふためいて私に帰参を呼びかけてくる可能性も半分ある。そうだな。統合作戦本部長と宇宙艦隊司令長官を兼任して軍事の全権を委ねるとでも言っているんだな。それをお受けになります？さてね、両手に贈り物を抱えたところにナイフを突き出されたら避けようがないからね。まあ、いずれにせよこちらから同盟政府を追い詰めないためには今の段階でエルファシルへ行くわけにはいかないでさ。自由惑星同盟宇宙艦隊はリュコック元帥の退役後最高指揮官が不在であり、総参謀長チュン・ウーチェン大将が現職のまま司令官代理を務めていた。リュコック提督が当てにならんからには君が正式に長官に就任し指揮を執ってくれたまえ。代理の字を取るのはヤン・ウェンリーが我が軍に復帰した時にしましょう。彼以外に司令官を務めうる者はおりません。連年幹部弁務官を拉致し、帝国と同盟との亀裂を決定的にした彼ら、今さら帰参するはずがない。お言葉ですが、もしもヤン・ウェンリーが個人的な復讐心に駆られカイザー・ラインハルトの陣営に身を投じたらどう対処しますか。関係修復の道をこちらから閉ざしてはいけません。いつでも彼が帰参できるように環境を整えておくべきです。我々がヤンを追い詰めすぎると逃げ場のないヤン・ウェンリーがカイザー・ラインハルトと手を結び、その機下に入るとでも。 Yeah, then you guys would be fucked. 他に生存の方策がなければ唯一の選択を強いられることもあるでしょう。ですから彼を追い詰めてはいけません。だがいくら追い詰められたと言っても民主共和制の水を飲んで育ったヤンが専制君主に隷属してしまうとは思えない。ルドルフ・フォン・ゴールデンバーグは民主共和国家の指導者として出発し、復古主義的専制国家の支配者として終わりました。だからヤン・ウェンリーをそれ以前に処断しなければならないのだ。蛇や卵のうちに殺せというわけですか。ヤン・ウェンリーと戦えとして私は戦います。勝算などありません。第一、戦うには将兵が必要ですが、兵士たちがあの上昇帝国と戦うことを欲すると思いますか。武器を持ったまま彼の陣営に
兵士たちにすればヤンを撃つなど帝国を利することとしか思えないでしょうし、ヤンと戦うことが帝国の手先になることだと私は思わないが。議長、私が問題にしているのは兵士たちの心情です。あなたの見解を伺います。では私は失礼します。やらねばならぬことは多い。He's not ready for prime time, bro. He can't handle the pressure. He can't handle the pressure. 新帝国歴1年8月30日、ラインハルトから先発を命ぜられたミッターマイヤー艦隊がフェザーンに向けて進発しようとしていた。結婚？そうだ。K も You're right. Yeah. No, you're not. All right. So I'm stopping this to. I know in the intro I didn't say what happened, right? So I'm saying this right here, right now. The thing I'm embarrassed about is the fact that I had in advance 6 other episodes that I didn't upload to Vimeo yet that were ready to go. I just needed to edit them and put them out, and because I had watched up to episode 70, right? So you're gonna see that there's not gonna be much of a reaction from me during these episodes because I've seen them already. I accidentally deleted those 6 episodes, guys. That's why I'm super embarrassed to talk about it, because this has literally never happened to me before. And the reason why it happened is because I was switching over hard drives, and I was switching over the files from my PC to the actual hard drive that I store my information, store all the reactions on. But what I usually do is all the older reactions and stuff like that, all the older reactions that have been uploaded, edited, and everything, I usually don't keep those, right? I usually don't keep those. So in my mind, when I was deleting stuff, I thought that I had already uploaded the 6 episodes to Vimeo, right? That's what I thought. That's what I was thinking. I was like, and I didn't check. I just shift deleted everything from a certain date, because I was like, there's nothing down here that I didn't have uploaded yet, not remembering that I had watched up to episode 70 of this damn show, right? So that's why I'm sitting down here now having to rewatch these 6. I'm gonna have to watch these 6 episodes over so you guys can have some sort of reaction. You might not see, there might be stuff that I did miss while watching them, so it's good to watch them over a second time, to be honest. Like a show like this where, you know what I'm saying, the dialogue is like, it's all dialogue, you know what I'm saying? And as much as I'm enjoying watching it, I still miss stuff, as you guys will have noticed over time since I've been watching the show, right? That I do miss stuff. So it's good to go over it a second time, because it's been a while. It's been about a month, like a month and a half since I watched those 6 episodes. So I might have forgotten how to do. So you might not see me reacting to certain things because I've already seen it, remembered it, or whatever the situation is. But for the most part, that is what happened. Okay, I felt the need to stop the episode to tell you guys what happened, because I realized I didn't exactly say what it is. I didn't want to say what it is because I was super embarrassed about it, because I also didn't want to say it because I don't want you guys to be like, oh, so this is a reaction or or whatever. You know what I'm saying? It's something that I don't do, or something that if stuff like that happens, I wouldn't re-record something. But in a show like this, where I know that I probably missed some things that happen, right? This is what it is. I'm super embarrassed. All right, let's go. いい加減結婚して身を固めることを考えたらどうだ。いやすまぬ。だが笑うしかないで
くもない。誰よりも K はそのことを知っているはずではないか。さあ、そんなことは知らぬ。おい、気を悪くしたのではないだろうな。そう心配する理由が K にはあるのだ。ところで、例の女は K についてフェザーに行くそうだ。それほど気に入ったのだ。それさ、あの女が俺のそばにいるのは、俺が破滅するありさまを自分の目で見届けたいからです。だから取った趣味というべきではないか。どういうつもりでそんなことを言うのかわからん。その女は良くないぞ。I don't think she's staying for that, bro. Give her money and kick her out. どんな形であれ出口を作ることだ。K は迷路の奥へ奥へと入り込む。俺にはそうとしか見えない。確かに K にはそう見えるだろうな。違うのか。いや、実は俺自身そう思わぬではないのだ。心配するなみったまいや。一応俺の部門の男だ。滅びるなら剣に滅びる。女に滅んだりはせぬよ。Beowulf. 9月17日、カイザー・ラインハルト自ら率いる帝国軍の本隊が進発した。なんだい、耳寄りな情報って。帝国軍がフェザーに向かった件なら聞いたよ。いや、どちらかというとゴシップの類なんですよね。私は席を外しましょうか。いやいやいや、これはぜひ一緒に聞いておいてください。実は支援国中将の隠し子がこの艦隊にいることをご存知ですか？あ、いや、僕は誰も言ってません。確かに騒動は好きですが、これでもその辺はわきまえています。実はまだ支援国中将自身にも話してないんです。支援国本人が知らない。ええ、支援国中将自身は娘がいることは手紙で知らされたらしいんですが、どこでどうしているかは書いてなかったようで、これは本人から聞いたんですよね。それをどうしてお前さんが？実はたまたまヤン・イレギュラーズの全員のリストを確認していたとき、スパルタニアンのパイロット候補生の中にカーテローゼ・フォン・クロイツェル伍長という名前を見つけましたね。どっかで聞いた名前だと思ってたら、なんとそれが前に聞いていた住所不明のシェーンコップ中将の娘の名前だったんですよ。それでこっそりシェーンコップ中将の令状のご尊願を拝し、先ほどパイロット連中のたまり場へ行ってみたんですよね。で、どうだった？年齢は15でしょう。結構美人でしたよ。しかもさらに向上の可能性があると言いました。ただいささか気が強そうですが。いよいよ独身主義を返上なさるおつもりですか、アッテンボロー中将。ま、やめときましょう。本人はともかくシェーンコップ中将をお父さんと呼ぶのはどうもあまり結びつきませんから。それ年齢から言えばユリアンといい釣り合いだと思いますがね。いやー、ダメだよ。あれにはシャルロット・フィリスがいる。そうでした。しかし、もしキャゼルヌの娘とシェーンコップの娘がユリアンを取り合って争うことになると、これは見ものだな。不肖の父親同士どう張り合う？そうね、どちらが勝っても我が家には素敵な親戚ができることになりますわね。それにしてもユリアンのやつ、地球へ出かけて何ヶ月になりますか。無事息災でいるのでしょうか。当たり前だ。無事でいるさ。Didn't they その頃ユリアン・ミンツはワーレン艦隊に同行して帝都オーディンを訪れていた。 they went back to thing there. ラインハルトはその出発に先立ちノイエ算数史を歴史博物館にする指示を出しており、
学芸省が中心になってそのための改装工事が進められていた。中操。ねえ、どこから来たの？一人一緒に写真撮らない？あ、水を得た魚ですね。じゃあ写真できたら届けるからね。なんだ待ってたのか。空振りですか。ちゃんと宿泊先が聞いてきた。夜の約束も取ってある。今は向こうも連れがいるようだからな。ユリアン、お前さんは何でもよくできるがな。注意しろよ。戦略戦術はヤン・ウェンリーに及ばず、白兵戦技はワルター・フォン・シェーンコップに及ばず、風船技術はオリビエ・コプランに及ばず、なんてことになったら器用貧乏の生きた見本になってしまうからな。だからなユリアン、せめて色事ぐらいは俺を上回るように努力しろや。お、あの女もなかなかいいぞ。はぐれたらそれぞれ勝手に帰ろう。宿は分かってるし、仮に帰らなくても心配しないでいいから。じゃあ。人は運命に逆らえません。一方、フェザーンにその中枢を移した帝国軍は急速に首都機能の実質的な移転を図っていた。特にその推進役となったのはシルバーベルチ公部少将である。彼は公部省の仮庁舎に寝泊まりして昼夜を問わずに職務を遂行していた。彼を抜擢したカイザー・ラインハルトの期待に応え、今後の人類社会の政治中枢となる新帝都を建設することで彼自身の名声も不朽のものとする。それがシルバーベルヒの野心でもあったが、それを有効に活用したカイザーの人事の妙でもあっただろう。だが一連の同盟領内での事件への対応は未だ決定を見ていない。カイザー・ラインハルトが同盟領内に駐留するシュタインメッツ帝国とハイネセンに駐在するザーム中将に重ねて事態の調査を命じ、その報告を待っていたからである。駐留艦隊司令官であるシュタインメッツは一時自ら同盟首都ハイネセンへ乗り込もうとした。閣下、少数の追員だけでハイネセンに乗り込むなど無謀すぎます。連年幹部提督の二の舞になりかねません。その時は私もろとも惑星ハイネセンを吹き飛ばす。そうすれば積年の混乱は大半がそれで一掃される。では留守を頼むぞ。はっ、ですがくれぐれもお無理をなさりませんように。だがシュタインメッツはガンダルバ政権の概念に達した時点でザーム中将からの報告を受け、ある程度の事件の概要を知りハイネセン行きを取りやめていた。ヤン一党の所在が不明である以上、帝国軍の同盟領内における拠点である惑星ウルバシーに対する奇襲の可能性も考慮すればならず、やむなくウルバシー防衛に専念せざるを得なかったのである。そのシュタインメッツのもとにヤン・ウェンリー一党から連年幹部の遺体を返還する旨の連絡が入り、指定の中域でカプセルが回収されたのは10月に入ってからである。カプセルには連年幹部の死に至った経緯を記した書簡が添えられており、それまでの調査結果と合わせて事件の真相と思えるものがほぼ明らかになったと判断したシュタインメッツはこの結果をカイザー・ラインハルトに報告した。それを受けてカイザー・ラインハルトが帝国軍参長官を招集したのは宇宙歴799年、新帝国歴1年10月9日のことである。和平の維持か再戦か、カイザーの決定を誰もが息を潜めて待ち構えていた。Yeah. Tanya on alone on time. Next episode, please. Next. On a star. 宇宙歴799年、新帝国歴1年10月9日、カイザー・ラインハルトは軍務少将パル・フォン・オーベルシュタイン元帥、統帥本部総長オスカー・フォン・ロイエンタール元帥、宇宙艦隊司令長官ウォルフガング・ミッターマイヤー元帥のいわゆる帝国軍参長官を招集した。陛下はいつ頃お見えになる？間もなく。陛下が我々を呼ばれた理由は？あるいは連年幹部の？そう、シュタインメッツ帝国から報告がある。
Cross the gate to Hades. そうか、やはり。それで連年幹部の死因は自殺。では連年幹部の死に関してヤン・ウェンリーの罪を鳴らすわけにはいかないか。連年幹部が殉教にあれば自殺すべき理由もない。その事態に彼を追い込んだ責任の一端がヤン・ウェンリーにあることは明確だ。まして弁明もなく現在も逃亡中であるからには問罪されてもやむを得ない。だが事態の原因を作ったのは連年幹部の方で今はまだ推測するしかないが、連年幹部はかつて戦場で2度もヤンに敗れている。その屈辱を忘れることができず、物証なき疑惑に基づいて逮捕を試みた末、したたかな逆撃を被ったのではないか。連年幹部は部下には公正な男だ。残念。ヤン・ウェンリーは彼の部下だ。しかし死んだのが連年幹部ではなくヤン・ウェンリーの方だったら陛下の落胆はより大きかった。バーミリオン海戦の後にヤンと会われた陛下は彼を機下に加えたいと望まれたそうだが、現在も完全には断念しておられないかもしれない。その時 K は強硬に反対し、どうしても望まれるならといくつか条件を出したそうだ。どのような主張をしたか興味があったものだ。聞きたいかな、ロイヤルです。いや、聞かずともわかる。ヤンを旧同盟領の総督に任じ、彼の生まれた祖国を支配させ、かつての味方を討伐させるのが K の意図するところだ。K の考えそうなことは、陛下のもとへ人材を集めるより、それに試練を課す方が重要か。人材を集めるのは重要だ。その人物が信頼に値するかどうか見極める責任を我々は負うているのではないか。陛下のもとへ集う者はことごとく K の審問を受けねばならぬというわけだ。結構なことだが、審問者自身が公正にして陛下に忠実であることを誰が確認するのか。兵らもそれを行う。帝国の平権は制度としてはともかく、実質はケイラ両名の手中にある。私が公正を欠くと見られるときには、ケイラには私を排除する手段がある。軍務少将は何やら誤解しておられる。平権の所在についてだ。我らがローエングラム王朝より平権はすべてカイザー・ラインハルト陛下が掌握したもう男だ。私にしてもミッターマイヤー司令長官にして陛下の単なる代理人に過ぎる。軍務少将のおっしゃるようは我々に平権の私物化を思想しておられるように聞こえた。これは今のKの論法を用いるなら、私が陛下に対して公正であるか否かをKが気に病む必要など最初からある。私の公正さはただ陛下のみが判断なさることではない。大した機嫌だな。Why'd he leave? 軍務少将と絶戦を交えるのは俺の役だと思う。このところ K に出番を取られ続けだな。皮肉を言わんでくれ、言ったわよ。大人げなかったと自分でも分かっている。What, you take a piss or something? 連年幹部のことは聞いた。はは。連年幹部はもとより完璧な人格者ではなかった。だがこのような死に方を強制されるほど罪深い男でもなかった。気の毒なことをした。何人に罪を期するべきだと陛下はお考えになりますか。去年のブドウの松さを嘆くより今年植えるブドウの種について研究しよう。世はむしろこの際ヤン・ウェンリーと同盟政府の感激を利用し、あの異彩を世の機関に招きたいと思う。
君務少々の考えはそれもよろしいでしょう。ただこの上はヤンエンリをして自由惑星同盟の命脈を高しめる方法。 Yeah, I remember him saying this. ヤンウェンリーが陛下に心中するということは、彼が今日まで属してきた国家を捨て、彼が今日まで戦ってきた理由を否定することです。であれば、彼の今後に未練となって残るがごとき要素は、ことごとく抹消してしまうのが彼自身のためでもありましょう。ただ、彼にそのようなことが可能とは、生涯には思えません。ヤンウェンリーが世に心中するはずはない。つまるところ K の主張したいところはそれか。さらに申し上げます。仮にヤンウェンリーが陛下の御前に膝を屈したとしても、どのような地位職責をもって彼にお報いになりますか。報いるところ過小であれば彼が不満でしょうし、過大であれば他の者の不安を呼びましょう。In terms of this, like Oberstein is making some good points, but at the same time, all these niggas think they know Yang, and they don't. Like Reinhard probably has the best assessment of Yang himself. Like, Yang doesn't want any of this. He don't want none of it. He don't want none of it. Yang does what he needs to do. You get what I'm trying to say? Like, he's the type of person that if he could just relax and live a peaceful life, he would do that in a heartbeat. But the thing about it is that sometimes purpose calls you to be a certain type of person, and you have to adhere to that because you can't escape it. And that's really what happened to Yang. So I think that if they had left the Yang alone and not have him under surveillance and all this other stuff, watching him, and Oberstein just keeping an eye on him, is like, oh, he could rise up at any moment and blah blah, none of this would be happening. I mean, Yang, they're coming at Yang from both sides. You know, the FBA wants to kill him, and now Oberstein finds it is better if they get rid of Yang. And Yang don't want to have nothing to do with this, but he's still trying to survive, you know? So he has to do what he has to do. 民主政治とはなんと偏狭なものではないか。お言葉ですよ、陛下。問題は制度よりむしろそれを運用する人間にありましょう。陛下の英才がゴールデンバウム王朝の入れるところとならなかったつい先日の例をお考えください。なるほど、確かにそうだ。それで陛下はいかがなさいます。連年幹部の死に乗じてこの際一気に同盟全土を平頓いたしますか。ひとたびは猶予いたしました。帝国全軍が出撃して一党に乱馬を立ってやってもよいが、せっかく共和主義者どもが踊り狂っているのだ。今しばらく奴らが踊り疲れるまで高みの見物を決め込んでもよかろう。That damn thing, man. Jeez. It's like he's being led by the freaking thing. 私はあなたを歴史の舵取りに選び、あなたを擁立し、あなたの軍旗を誇らかに仰いできた。そのことを後悔させないでほしい。あなたは常に私の前を歩み、しかも好奇に満ちているべきだ。消極や安定などはあなたの公言になり得るのだ。比類なき覇気と行動力こそあなたの進化であるもの。A、新銀河帝国ローエングラム王朝。B、自由惑星同盟現政権。C、ヤン・ウェンディの独立政権。D、フェザーの旧政権。E、旧帝国ゴールデンバーン王朝の残党。F、独立宣言したエルパシ。考えすぎかもしれないけど。
数年前までは単純だったのにややこしいことだわ。この際 E と G は考えなくてもいいでしょう。問題はヤンウェンリンの人口、同盟軍の軍事力と旧フェザーの経済力が結びついていること。新帝国にとっての脅威になりうるかもしれない。ヤンにしても少数の軍事力だけで事態を変えられると思っているはずがない。もしそう考えているならその程度の敵であると恐れるに足りない。でも仮にカイザーを打倒し得たとして、ヤンウェンリンはその後の展望があるのかしら。ヤンウェンリン、興味深い人物だけれども、もしヤンがいなくなれば他の勢力を結合させる触媒がなくなる。でもその場合はいくつかの敵対する勢力を一つ一つ潰していかなくてはならない。陛下の守っておられるのはそのあたりをお考えになってのこととは思うけれども、それにしても陛下はどう考えておいでなのかしら。黒いライン、次は何で？工部省のグルック次官から辞職願いが出ております。どうしたというのか。先週シルバーウェル飛行部少将が体調を崩して休暇を取りましたが、その際業務を代行したグルック次官が事務を滞らせてしまいました。それで責任を取るというより、工部少将が復帰してからの案件処理の見事さを見て自信をなくしたようです。なるほど。よかろう。とにかく会おう。Damn. 次官の職責は少々に次ぐものだ。K の再官がシルバーベルキをしのぐものであれば、彼ではなく K を少々に命じたのだ。K は強権にして自分自身をし、それでよし。今後もシルバーベルキを補佐していくこと。黒いライン。はい、陛下。いずれ国家機構と社会体制が安定すれば、工部省の機能は民間に移管し、組織は縮小する。今でこそシルバーベルキのような異彩の力が必要だが、そうした縮小と安定の時期にはグルックの堅実さこそ望ましい。いずれグルックを一つの計りとして彼の手に余るような部分を削除していけば健全な組織ができるだろう。ただ一人の才能だけで成り立っているうちは組織は未完成だ。陛下は工部省のことだけではなく、新帝国そのものについても同様に考えていらっしゃるのではないの。いやー、少々閣下、この勢いで進めば新帝都も10年と経たずに完成してしまうのではありませんか。10年経ったら我々は仕事がなくなってしまいますがしかしそうなると閣下もお暇になってお困りになるのではありませんか。最初閣下はまだお若い。10年後でも40そこそこ働き盛りではありませんか。いや、もったいない。その時には帝国宰相でも務めるさ。11月1日、連年幹部の密葬が行われた。個人の地位に比べればささやかなものであったが、未だその死を公表できずにいたことと、その死自体が自殺という不名誉なものであったためのやむを得ざる処置であった。すると連年幹部登録は元帥への昇進は果たせませんか。戦死ではないような殉職ではありますが、それでも将軍は5年間にわたって連年幹部閣下にお仕えしました。多少融通の利かない点は確かにおありでしたが、良き上官でいらっしゃいました。どうか皇帝陛下に復讐戦の決行を愚信くださいませんか。兵の気持ちはわかる。今回の事件の責任は連年幹部自身に記されるべきところが多い。ことは単純ではなく、高度に政治判断を要する。平定に軍を動かせ。ブルーノ・フォン・クナップシュタインとアルフレッド・グリルパルツァーは連年幹部が弁務官に就任するまでその期間にあって将来を嘱望された若手将官であり、いずれは次世代の帝国軍の双璧となることを期待されている。だがそれぞれの性格はかなり異なる。特にグリルパルツァーは軍事のみならず地理学者としても知られ、
探検家提督の異名を持つ。この時もたらされた知らせも惑星探検に基づく彼の論文が認められて、帝国地理博物学協会への入会が許されたことを知らせてきたものであった。葬儀の後、カイザー・ラインハルトは改めて今後の方針を協議すべく上級大将以上の武官を招集した。法廷申請があるかな。陛下は敵を欲しておる。戦うために生まれていらした方である。戦いが終わるのが早すぎた。陛下がフェザーンに移られるのが良いが、私は少し軍政改革が不安だ。と言われると、広報総司令官を解明した私が言うのは妙かもしれんが、軍事力は中央集権で良いのだ。軍管区のそれぞれに兵権を与えれば、ひとたび中央の統制力が衰えたとき、割拠の原因となる。ですが、カイザー・ラインハルト陛下がおわす限り、そのようなことにはならないでしょう。もちろんそうだが、陛下といえども不老不死であるわけではない。むしろ陛下の存在が巨大であるだけ、それが失われた時の空撃は大きいだろう。おっしゃる通りとは思いますが、年の順で言えば我々が陛下より先に死ぬに違いありません。その後の課題は次の世代に委ねるべきでしょう。それはそうだ。だが最近陛下の覇気が衰えられたように思えたな。むしろ私はそれが心配だ。あの方は詩人だ。自らの生命と生涯によって自らを表現する。言葉を必要としない詩人なのだ。なればこそ停滞や大英は似つかわしくない。ところで同盟の政府や軍議は今度の事態にどう対処しているのか。右往左往、それに尽きる。もはやあれは統制能力を失っていると見るしかない。ひとたびタガが外れれば煮えたぎったスープが噴き出して、あとは混乱があるのみだからな。ではそのタガ外しを我々の手で行うべきではないか。同盟政府の混乱は大神オーディンが同盟領を我々に与えたもゆえんだ。疾病するとしても補給の用意が整っている。3年前のアムリッツァー海戦、あれを鏡に映すようなものだ。今度は我々が飢えることになる。同盟の補給基地を抑えればいい。どのような法的根拠で？法的根拠？法的根拠などがそれほど重要なのか。同盟政府が政府に反抗する武装勢力 This nigga is wildin', bro. 我々はヤン・ウェンリーに対して手の出しようがない。内政不干渉はバーラとの和訳に明記された。なるほど。意思はあるかもしれんが、能力の欠如は明らかではないか。ヤン・ウェンリーは今どこにいる？レンネンカンプはどこへ行った？この疑問がすなわち奴らの限界を示していると思うが。俺自身そう思わんでもないが、誰かが慎重論を唱えたからな。メックリンガーでもいれば任せた。それにしてもリップシュタット戦役の頃に随分顔が良くなった。メックリンガー、ルッツ、シュタインメッツ、ケスラーが認知にある。ワーレンは負傷療養中とあり、キルヒアイス、ケンプ、そしてレンネンカンプとバルハラへ旅立った。寂しくなったものだ。話は戻るが、つまるところ我が帝国と同盟政府のいずれがヤン・ウェンリーを不法に偶するに主体的であった。それが問題ということになるのかもしれない。今問題とするべきは過去の事情でもなく今後の方針であるはずだ。過去の事情を明らかにし、ヤン・ウェンリーが誰を敵として武力闘争をするつもりなのかを明らかにすることが今後の方針決定のために必要なのではないかということだ。ヤン・ウェンリーが帝国の公敵と確認されれば、我々が直接軍事行動を起こす大義名分が立つ。だが同時にヤン・ウェンリーに反帝国運動のシンボルとして求心力を持たせてしまう結果にも。良いではないか。ヤン・ウェンリーに反帝国勢力を急合させてしまえば、その上で奴を撃てば一撃で火山脈が断ち切れる。反対勢力を一つ一つ潰していくより面倒がなくていい。ことはそれほど単純ではない。急合された勢力が我々の統制力を超えてしまうこともあり、無論全軍をもって当たれば別だが、事実上全軍を一戦場に集結させるなど不可能。我が新帝国は急速に勃興してきたために、反都の広大さに比べれば軍
知力も含めて構造としての密度が薄いと言わざるを得ん。だが敵は所詮無謀の衆ではないか。たとえ無謀の衆であっても、ヤン・ウェンリーの知略があれば実力以上の力を出すことは明らか。下手をすれば先のバーミリオン海戦のような危機に陥るやもしれん。どこの誰の思惑か知らんが、厄介な選択をせねばならん事態に追い込んでくれたものだ。ヤンウェンリーもさることながら、そもそも一連の騒ぎの原因となった噂、あれの真偽はどうなのです。メルカツ提督が生きておられるという。生きていると言える。アスターテ、リップシュタットと缶を並べて戦ったものだが、今や俺とあの人とでは会うはたのこと。たかだか2、3年の間によく変転したこと。この変転がどのような帰結を迎えるか、それを見届けるまではなかなか知りたい。カイザー・ラインハルトは不機嫌であった。彼自身が自分の消極性に納得できずにいたからである。だがラインハルトは無制限に近い権力を最も高圧的な形で振るうことにためらいを覚えてもいた。Yeah, he doesn't want to be that guy. 大帝と同じ道を歩むことになりはしないか。その思いが積極策を取ることをためらわせていた。すなわち彼の中で覇気と自戒がせめぎ合っており、それがこの数ヶ月の停滞を呼んでいたのだと言える。陛下がこれまで上昇を誇られたゆえんは、歴史を動かしてこられたことにあります。今回に限り、恩手をこまねいて歴史に動かされるのをお待ちになるのです。Bitch, what did you say? この時ラインハルトは自分の探していたものを再発見した。世は考えすぎた。大義名分の最大にして至高のものは宇宙の統一である。その名分の前には確たる正当性など考慮に値せぬものであった。ビッテンフェルト提督、刑に命じる。シュワルツ・ランツェンレイターをもって可及的速やかに同盟領に赴くべし。Yeah. 東にあるシュタインメッツ提督と合流し、世の本体が至るまで統治の治安を維持せよ。御意。フロイライン・マリーンドル、近く連年幹部の死を公表し、同盟政府の責任を問うための出兵を宣言する。今週のうちに演説の草稿を完成させる。はい、陛下。方針は決した。以後それぞれ出兵の準備を急ぐよう。はっはっ。それにしても陛下、ご居城が完成するまで上座がございませんな。世に居城など必要ない。世のあるところがすなわち銀河帝国の王城だ。当分は戦艦ブリュンヒルドが玉座の置きどころとなろう。戦慄に近い高揚感が提督たちの中枢神経を駆け抜けた。カイザーは宮殿の住人にあらず戦場の人である。この覇気こそが彼らの多うべきカイザーの本質であるはずだった。11月10日、シュワルツ・ランツェンレーターが出撃する。新帝国が新たな軍旗を掲げて行う最初の凱旋である。さあ、祝杯を挙げるために惑星ハイネセンまで出かけるとしようか。ラインハルト・フォン・ローエングラムが定冠をいただいてからわずか141日後のことであった。So these two episodes, you know, as I said, there's a lot that went on. As I said, it's a month and a half since I've watched it. So some of the stuff was coming back to me that I did watch. But also there was a couple of things in there that I didn't remember as well. So definitely was a good decision. Well, not decision, but you know what I'm saying. So basically, you know, with the rumors that is going on around Yang, you know, and Yang, both of these guys was being very indecisive about what they want. Yang doesn't really want to think about it that much, you know what I mean? And the whole thing is that even Facil is trying to get into the mix, of trying to get Yang on their side as well. So it's just,
you know, and the kind of like the reasoning behind Yang's, you know, kind of caution, because it's really just caution they're exercising. They don't want to make a rash decision, because the thing about Yang is like he's exercising caution due to the fact that, you know, their fleet not really having, you know, enough military power or anything like that, or to protect El Facil in the first place. And they're telling him, let's go to El Facil and this and that. They don't really have any military power. They're like this independent place that's just out there, and it's like, you know, because of the heroism that Yang displayed in past over there, you know what I'm saying, they, you know, they would welcome him as a hero, as a home for him. So so basically Yang is just being cautious and waiting for the Empire to make their move, basically. So basically what happens is that they're considering, you know, the possibility of Yang joining up with the Empire as well over there in Heineken. They're talking about it and just messing up this dude's heads, because they're like, he will team up with, you know, they're thinking that maybe he will team up with Reinhard, you know, as revenge for them trying to kill him, you know. And they want to ask him as well, you know, they're trying to consider the fact, like, weigh the odds, you know what I'm saying, you know, if we try to kill him and fail, you know, he might go join them for revenge, you know, or we could ask him to return and lead the alliance and all this other stuff. So so of course Reinhard, he gets the report about, you know, Yang's movements and Lennenkamp's action. You know, now he has to decide who was responsible, you know what I'm saying. Like I mean, in the last episode 66, you know, he finally came to a conclusion and, you know, getting back to who he was, because that's what his commanders want to see. They want to see a man in charge, and they were wondering if his mojo was still intact, you know what I'm saying. So no, he summoned them to talk to them, and that was that. So of course, you know, Reinhard wants Yang to join him, but then they presented the idea and saying, you know what I'm saying, would he really want to be under your rule? You know what I'm saying? I don't think Yang would be a military person under that kind of rule. I do agree with that. When Oberstein brought it up, I said he made some good points, you know, but nobody can really put a finger on who Yang is. You can't really put, you really can't, you know what I'm saying, you can't really put a finger on who he is, because none of them really know him, you know what I mean. They can assess based on actions that he's taken, that, you know what I'm saying, he's great in the military and whatnot, but he's really don't want to be a military guy. He don't want to be out here killing people, but he's gonna do what he has to do, you know what I'm saying, to protect what he feels like he needs to be protected, right? So of course, you know, kind of like the balance of power and divide, you know what I'm saying, the Empire, you got the Alliance, you got Yang, you got El Facil, you got Facil, you got the Earth. There's so many different things going on right now, bro, that sometimes it makes it a little hard to follow, because there's so many different things going on, and they show whatever they needs to show in different episodes and stuff like that, and it can make the show a little bit hard to follow. You know, I've been wanting to bring up this point of there's so many different storylines going on. They're all interconnected, don't get me wrong, but there's so many different factions to worry about. Sometimes it's a little bit hard to keep track of, but I'm trying to do my best, you know what I'm saying. So so basically they kind of view Yang as someone that could unify, you know, all of these, you know, the Alliance, El Facil, and also Facil as well, you know what I'm saying. So of course we know that
Reinhard wants to move to Faison, build the Imperial capital on Faison. So of course, they're building that and think it might take 10 years, whatever. No need to really mention that until it actually happens. So basically what Reinhard came out of the entire thing with is he decides that, I'm not just sitting on the throne of just this dynasty. I am sitting on the throne of the galaxy, my guy. That's where I want to be. Like, that ambition is gone nowhere. So it kind of like revitalized those things for all the commanders and stuff like that. So that was really cool to see, because they were losing faith a little bit. Was wondering about him. He keeps tugging on that thing that he has, Siegfried's picture is here as well. It's kind of tugging on that a little bit too much, because he's hoping for some sort of guidance, and it's just, I feel sorry for him sometimes, because he lost. I didn't want Siegfried to die. Like, I didn't want him to die. That was very surprising to me at the end of season 1. Like, and it really has a very huge impact on him as a character, and you can see that over the time. I don't know if it's going to get worse or it's going to get better, so that's still yet to be seen. But I'm gonna keep watching this to see what actually happens, and also because I know people are saying that I've forgotten about the series, I don't want to watch it. But that's the reason why for the last like 3 weeks I didn't have anything, because I was really contemplating, like, should I not re-react to these episodes, or should I do them now? Because this has never happened to me before, and I just felt super embarrassed about it. So I've decided to re-react to it, because I know the show contains a lot of dialogue and stuff like that. There's gonna be stuff that I did miss, and as from watching these 2 episodes, I do realize that there is stuff that I didn't really pick up on, a little bit of the nuance and stuff like that. Watching the episodes for a second time, really put me in the mind space of going over these things, and can provide somewhat of a better review. I don't know what my first review was about, because I don't have the file anymore to take a look to see, but the reactions are gone. And I shift delete stuff when I delete stuff. I don't just delete, I permanently delete stuff. First go, nothing goes to my recycle bin on my computer. Maybe I should start doing that so that this doesn't happen again. But I do apologize for not having any episodes out for the past week. It was really bugging me, because I was really like, should I do this? Should I re-react to the episode? Should I tell you guys what happened and see what your stance on it is? Or I should just make my own decision and then just tell you guys what happened? And I still didn't want to tell you guys what happened, as you can see there in the intro, because I was super embarrassed about it. Because when it comes down to being, you're doing YouTube and you want to be professional and you want these things to happen, and I've always said I don't want, if something happens, I would never re-react to anything, but I find myself in that position now, and I'm just like, I don't want to I don't want to re-react to it. But the type of show that I'm watching, the anime, kind of dictated that for me, because I was like, you know what, if I react to the episodes, this is not an action heavy series where action happens, and what I'm saying, you're gonna have, watching it for the second time in such a small amount of time, you're probably not gonna have the same reaction to it. So the first reaction is always the best, right? But for this, it's just dialogue. So I think at least you guys get to see me, some of the new things, some of the old things, some of the things that I did remember that happened in the episode and stuff like that. So I really do apologize to you guys for the last, I think it's 2 or 3 weeks since I've uploaded any of these reactions. So hopefully you guys are all right. Hopefully you guys accept my excuse. I really do apologize for that.
Thank you guys so much, man. Leave a like, leave a comment, and I will catch you guys for some more Legend of the Galactic Heroes. Peace.